AI に仕事を奪われる。チャット GPT が世界を席巻してからもう3年。この言葉を耳にしない日はないほど、私たちの周りには不安と期待が入り混じっている。しかし、つい最近まで、その奪われるの中身はほとんど誰にも分かっていなかった。ところがここ2年、世界の経済学者、国際機関、そして日本のシンクタンクが、ついに具体的にどの仕事がどれだけ奪われるのかを数字で示し始めた。しかも、そのデータが示しているのは、私たちの直感とは少し違う、意外な構図である。今回はデータを使って、生成 AI に本当に奪われる仕事はどれか、という問いに迫っていく。チャプター1、世界が突きつけた衝撃の数字。まず、世界全体のスケールから見ていこう。2023年、米投資銀行、ゴールドマン・サックスが発表した報告書は、世界に衝撃を与えた。その内容はこうだ。生成 AI によって、世界で約3億人分のフルタイム雇用が影響を受ける可能性がある。アメリカとヨーロッパに限れば、仕事の約3分の2が部分的に AI の影響を受け、そのうちの 25% が完全に自動化されうるという。続いて、国際労働機関、ILO が2025年5月に発表した最新の世界調査。ILO が3万を超える職業タスクを精査した結果、世界の労働者の約 25%、つまり4人に1人が生成 AI に何らかの形でさらされていることが分かった。さらに OECD のデータでは、先進国では実に 60% の仕事が AI の影響範囲に入っており、そのうち 27% は高リスクの職業だとされる。ただし、ILO は重要なメッセージを添えている。それは、AI は多くの仕事を奪うのではなく、変えるのだということ。統計が示しているのは、完全な置き換えではなく、仕事の中身そのものの再構築である。それでも、影響を受ける規模は、人類がかつて経験したことのないスケールであることに変わりはない。チャプター2、なぜ日本は世界トップ5に入ったのか。では、この巨大な変化の中で、日本はどの位置に立っているのか。ゴールドマン・サックスの報告書には、AI の影響を最も強く受ける国トップ5が記載されている。その顔ぶれが衝撃的だった。1位は香港、2位イスラエル、3位は日本、4位スウェーデン、5位アメリカ。日本は AI 影響度において世界の最先端に位置していたのである。なぜ日本がここまで上位に来たのか。答えは日本の労働構造にある。日本はホワイトカラー比率が高く、事務系、知識系の仕事の割合が世界でも特に大きい国だ。そして、生成 AI が最も得意とするのは、まさにそうした文書作成、データ整理、定型的な判断業務である。日本のシンクタンク、大和総研の2024年レポートはさらに踏み込み、こう推計した。日本の就業者の約 80% が何らかの形で生成 AI の影響を受ける。そして、約 40% の就業者は自分の仕事の半分以上を AI で自動化できるという。1億人近い日本の働き手のうち、半分近くが日常業務の半分を AI に任せられる位置に立たされている。これが2026年の現実である。チャプター3、奪われる仕事の具体的リスト。では、具体的に奪われるのはどんな仕事なのか。大和総研は日本の職業を自動化との関係で大きく3つのグループに分類した。その中で最も影響の大きい代替グループと呼ばれる職種が就業者の 20.9% を占める。このグループに含まれる代表的な職業を見てみよう。秘書、一般事務員、データ入力オペレーター、プログラマー、パラリーガル、いわゆる法律事務所の事務職員などである。共通しているのは、決まった手順で繰り返し行う知的作業であること。これまで頭脳労働とされてきた仕事のかなりの部分が、実は構造化された定型業務であり、AI が最も得意とする領域だったのだ。さらに大和総研の分析は、ある意外な事実を明らかにしている。それは、賃金が高い職業ほど自動化率も高いという、これまでの常識とは逆の傾向だ。
高度な学歴を要する事務職、専門資格職、IT スペシャリストといった高賃金ホワイトカラーこそ生成 AI による代替リスクが集中している。一方、ゴールドマン・サックスの業種別データでもこれは裏付けられている。行政、事務系業務の 46%、法務系の 44% が自動化可能という極めて高い数字である。AI に奪われるのは単純労働という昔ながらのイメージはデータの前で崩れ落ちている。チャプター4、AI と共に伸びる仕事の具体的リスト。では逆に AI に奪われにくい、あるいは AI によって価値が伸びる仕事は何か。大和総研はもう一つのカテゴリーを共同グループと名付けている。これは就業者の 18.1% を占め、AI に置き換えられるのではなく、AI と組むことで生産性が跳ね上がる職業群だ。代表例を見てみよう。ソフトウェアエンジニア、経営コンサルタント、弁護士、ファンドマネージャー、研究者、いわゆる高度専門職である。これらの職業は AI に定型部分を任せることで、より上流の判断や創造的業務に時間を使えるようになる。もう一つ、意外なほど影響が小さいのがブルーカラーの職業だ。ゴールドマン・サックスのデータでも、建設業の自動化可能率はわずか 6%、保守作業は 4% に過ぎない。つまり、運輸、清掃、包装、建設、介護といった身体を伴う仕事は、生成 AI 時代において意外なほど安定した職業になっている。ロボットに置き換えられにくいのは、創造性そのものよりも、まず、現場で体を使うことだったのだ。データが教えてくれるのは、もはや、ホワイトカラー対ブルーカラー、単純対知的という古い対立図ではない。AI が得意なタスクが多いか少ないか、それだけが、これからの仕事の明暗を決める基準である。チャプター5、まとめ。今回のデータから3つのことが見えてきた。1つ、生成 AI は世界の 25%、先進国の 60% の仕事にすでに影響を及ぼしていること。2つ、日本は AI 影響度で世界3位、就業者の 80% が何らかの形で影響を受けること。3つ、奪われやすいのは単純労働ではなく、むしろ高賃金ホワイトカラーであり、伸びるのは専門職と身体を使う仕事であること。AI に奪われるという言葉で一括りにするのではなく、データを正しく見ることで、自分の仕事に何が起きているのかが見えてくる。最後に一つ、聞かせてほしい。あなたの仕事は、代替グループ、共同グループ、それとも、ほとんど影響を受けないグループのどれに近いだろうか。そして、AI をすでに日々の仕事で使っているか、まだ怖くて使えていないか、ぜひコメント欄で教えてほしい。